エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は100均で買える iPad 用の激安タッチペンをレビューします。iPad のペンは純正の Apple Pencil だと2万円くらいするし、Amazon の安いペンでも2000円くらいするものが多いのですが、最近ダイソーが出したペンはなんとたったの1000円で買えて、見た目も Amazon の2000円のペンと似ていて普通に描きやすそうなので、今回はちゃんとお絵描きなどに使えるのか、実際にイラストを描いてレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書とペンだけで、ケーブルや返信などはついていません。ペンはマットな質感のシンプルなデザインで、見た目は Amazon の安いペンとほとんど一緒です。上の方に USB-C の充電ポートと電池の残量をお知らせする LED が4つついています。使い方はペンの頭をトントンと2回タップすると電源がオンになって書けるようになります。ペンは充電が必要なタイプで、動作時間は約4時間、充電時間は約30分です。動作時間が少し短めですが、充電しながら書くこともできます。充電するときは保護キャップを外して USB-C ケーブルで充電します。ケーブルはついていませんが、iPad についている充電ケーブルや100均で売っている USB-C ケーブルでも充電できます。Apple Pencil みたいに使う前にペアリングしなくてもよくて、ペンの電源をつけるだけですぐに使えますが、すでに Apple Pencil を使っている場合は先に Apple Pencil のペアリングを解除しないと使えません。使い終わったら再度ペンの頭部分をダブルタップで電源をオフにできます。自動スリープ機能は多分ついていなくて、オフにし忘れると電池が切れてしまうので気をつけてください。ちなみに iPad 専用なのでスマホでは使えません。それでは書き心地をチェックしてみます。このタッチペンは筆圧感知機能がついていないので、ペンを立てて書いた線は均一な太さになります。筆圧感知付きの Apple Pencil はペンを押さえる筆圧を変えることで、こんな風に線の太さや色の濃さを簡単に変えられるので、イラストが描きやすくなっています。ダイソーのペンは筆圧感知はないけど傾き検知機能がついているので、ペンの傾き具合で線の太さを調整できますが、アプリが傾き検知に対応していないと使えません。対応しているアプリはメモアプリ、クリップスタジオ、プロクリエイトなどです。試しにクリップスタジオで書いてみましたが、ペンを傾けて書くと線が太くなって立てると細くなります。アイビスペイントとメディバンペイントはそもそも傾き検知に対応していないようで、ペンを傾けても線に変化はありませんでした。次はパームリジェクションをチェックしてみます。パームリジェクションはペンを使うときに画面に触れた手を認識させず、ペンだけを認識させて誤作動を防止する機能です。傾き検知の誤作動の影響なのか、クリップスタジオだと画面に手をつけて書いた時に勝手に線が太くなったり元の太さに戻ったりします。アイビスやメディバンだと線の太さが変に変わることはないですが、画面に手をつけて書くと線が時々途切れてしまいます。画面につけた手の一部がちょっとでも離れてしまうと、パームリジェクションが誤作動して線が途切れてしまうようです。たまに手をついたところに小さな点が書かれることもあるので、パームリジェクションの精度はいまいちのようです。なのでお絵描きするときは画面に手をつけないように気をつけるか、別売りのお絵描き手袋を使った方が描きやすいと思います。手袋をすると画面に手をつけても途中で線が途切れず描けるようになりました。遅延については気になりませんでした。ペンを動かした後に線が遅れて描かれるような感じはないので、遅延は少ない方だと思います。次は見た目がそっくりな Amazon のタッチペンと比較してみます。性能もダイソーのペンとほとんど一緒で、筆圧感知なし、傾き検知あり、パームリジェクション機能ありになります。傾き検知の感度はダイソーのペンよりも良くて、手袋なしで試しに書いてみましたが、線が急に太くなったり途切れたりしませんでした。あとクリップスタジオでペンを大きく傾けた時の線の太さがダイソーのペンよりも太くなりました。他にも色々と違いがあって、ダイソーのペンは使用時間が4時間で自動スリープもないようですが、 Amazon のペンは35分の充電で10時間使えて、5分間使わないと自動スリープ、30分間使わないと自動で電源オフしてくれるので、電源を切り忘れて電池切れになることがなかったり、充電ケーブルや配信も最初からついているので Amazon のペンの方が高性能なようでした。見た目が似ているので Amazon と同じくらいの性能を期待しましたが、ダイソ
ソーのペンは価格が安い分、性能や付属品が省かれているので、そのあたりの違いが気になる人はダイソーのペンは向かないかもしれません。次は純正Apple Pencilと比較してみます。今まで紹介したペンと違って Apple Pencil には筆圧感知があるので、ペンを押さえる筆圧の強さで線の太さや濃淡を変えることができます。ダイソーのペンは筆圧を変えても線の太さが変わらないので、線の太さにメリハリのある絵を描きたい人は Apple Pencil の方が描きやすいと思います。傾き検知もついています。パームリジェクションの精度も良くて、画面に手をつけて描いても線が途切れたり急に線の太さが変わるような誤作動もありません。Apple 純正で価格が高いだけあってとても使いやすいです。あと Apple Pencil にはペンの側面をトントン押して消しゴムとペンを切り替える機能がついていたり、最近出た Apple Pencil Pro にはバレルロールとスクイーズも追加されて、ペンをつまむとよく使うツールを表示できたり、ペンを回して腕の形を変えたりできるようになって、お絵かきアプリの操作がしやすくなっています。なのでこの辺の機能が使いたい人も純正の Apple Pencil を使った方がいいと思います。次は Apple Pencil 用の金属ペン先やグリップをつけられるか試してみます。ダイソーのペンは Apple Pencil と形が似ているので、Apple Pencil 用のグリップや返芯をそのままつけることができました。 iPad のペンは細身で硬く、あまりお絵かき向きじゃないので、長時間使って手が痛くなる人はグリップをつけると書きやすくなると思います。 Apple Pencil 用の金属ペン先も一応つけられましたが、ペンを傾けた時に線が途切れやすくなるので、全部の返芯がちゃんと動く感じではなさそうです。今のところダイソーで返芯は売られていないので、今後安く買えるようになると嬉しいです。ダイソーのペンは Apple Pencil と同じように磁石で iPad の側面にくっつけられますが、最近出た iPad はペンをくっつけるところの磁石の位置が微妙に変わってしまったので、ペンがしっかりとくっつきませんでした。2023年以前の iPad なら大丈夫だと思いますが、新型の iPad Pro や Air でペンを横にくっつけたい人は注意してください。ここからは実際にイラストを描きながらダイソーのペンを使った感想を話してみます。実際にイラストを描いてみて気になったところは、時々線が途切れるところです。手袋なしで描いたせいかもしれませんが、途切れた線を描き直したりつなぐのが面倒でした。フリップスタジオとペンの相性があまり良くないみたいで、突然線の太さが変わったりするので、ダイソーのペンでお絵描きする人は他のお絵描きソフトを使った方が良さそうです。今回たまたま不具合のある外れを引いた可能性もありますが、描いている途中で線が途切れたりいろいろと気になるところもあったので、個人的にはダイソーのペンより Amazon のペンの方が価格は少し高いけど、ケーブルや返芯が最初からついているし、不具合も少なくていいなと思いました。見た目が Amazon のペンと似ているので、同じくらいの使い心地を予想していましたが、価格がかなり安い分仕方ないのかなと思います。というわけで、ダイソーのペンが向いていそうな人は、ペンをあまり使わない人でケーブルや返芯はついてなくていいから、少しでも安いペンをお試しで使ってみたい人に向いていると思います。お絵かきに使う場合は、たまに線が途切れても気にしない人や、手袋をつけてペンも使う人、筆圧感知なしでも大丈夫なアイビスペイントやメディバンペイントなどで絵を描く人に向いているかなと思います。いろいろと気になるところはありましたが、100均で iPad 用のアイテムが気軽に買えるのは嬉しいし、これから返芯なども販売されて品揃えが充実していきそうなので、また良さそうな商品が出たら買ってレビューしてみたいと思います。今回紹介した商品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。